源明子の最後。光る君へに学ぶ日本史。彼女は本当に藤原氏を呪ったのか。源明子は藤原道長の正式な妻となったが、道長にはもう一人の正式な妻、源知子がいた。そして後に明子と知子の子供たちが対立して170年もの間続いた藤原氏の摂関政治を終わらせることになるのである。源明子の最後を詳しく見ていこう。明子と知子のどちらが先に道長と結婚したかについては諸説がある。しかし道長は知子と明子を妻にしたことで彼の将来は大きく開けることになる。源明子は父源高明と母相宮の間に生まれたが、父高明は醍醐天皇の第10王子であった。高明は6歳の時に親戚降下して源氏を名乗り、25歳で公卿となっている。皇位継承の最有力候補為平親王に娘を高明は嫁がせたが、これが藤原氏を警戒させる。高明は左大臣となるが、藤原兼家は為平親王の弟森平親王を押し上げ延佑天皇とした。そして高明は安奈の変と言われる兼家の陰謀で謀反の疑いをかけられ、太宰府へ流罪となった。高明はその後都へ戻されるが、失意のうちに没している。父の失脚後、まだ幼い明子は叔父で醍醐天皇の第15王子の森晃親王の養女となっている。そして森晃親王の没後は東三条院明子の庇護を受けている。当時は怨霊信仰が盛んで、東三条院は死んだ高明の怨霊を鎮めるために明子を庇護した。やがて美しく育った明子に道高や道兼は恋文を送ったが、東三条院は道長だけに明子のもとに通うことを許している。東三条院は母の時姫亡き後、道長を母親代わりに育てたので、道長には愛着があった。明子と知子は同じ24歳の頃に道長と結婚している。道長は2歳年下で、明子と知子はどちらも姉さん女房であった。明子は父高明から引き継いだ高松殿に住んだために高松殿と呼ばれた。そして明子は道長との間に頼宗、明信、慶喜、弘子、高子、長家の四男二女の6人を設けた。一方の知子も道長との間に頼道、則道、明子、清子、よし子の二男四女の6人を設けている。明子は醍醐天皇の孫であり、知子は宇田天皇のひ孫であった。そのため血統的には明子が知子に勝っていた。ところが知子の父源正信は現職の左大臣であり、道長は知子と土帝殿で同居した。明子の父高明も
元左大臣であったとはいえ、藤原氏によって罪人にされ、すでに没していた。そのため、智子が正妻とみなされ、彬子は正妻とみなされたのである。それでも、彬子を庇護していた東三条院が存命中は、彬子と智子の子供たちにあまり格差はつかなかった。ところが一条天皇が即位して国母となった東三条院は40歳を迎えると急に体調を崩してしまう。そのため宮中では東三条院の回復を願い、40歳を祝した宴が催された。彬子の長子頼宗と智子の長子頼通が一条天皇の前で舞を披露することになった。頼宗は舞が得意で見事な舞を披露したため、一条天皇は頼宗の舞の師匠に位を授けた。すると智子が道長に片方だけに与えるのはおかしいと抗議したので、後に頼通の師匠にも位が授けられている。この時すでに智子は一条天皇や道長にさえ物申し覆す権限を持っていたのである。東三条院はこの年に逝去するが、以後は彬子と智子の子供たちに格差が生じていく。智子は子供たちに関しては細かいことにまで口を挟んだようである。ドラマでは彬子は父源高明を陥れた藤原兼家を呪詛して呪い殺そうとする。これが事実かどうかは不明だが、彬子やその子供たちが差別されたことは確かである。智子の子供たちは嫡子として男子2人は関白に、女子4人はいずれも中宮になっている。しかし彬子の息子たちは頼宗の右大臣が最高位で、2人の娘はいずれも天皇に入内することはなかった。そんな仕打ちにも彬子はじっと耐え忍んだようである。彬子は育ちが良いせいか、子供たちには苛立ちなどは臆鼻にも出さなかったという。ところで智子の男子頼通と則道は2人とも道長の息子にすれば凡庸であった。それに比較して彬子の男子、特に頼宗と慶喜は頭脳明晰で優秀であった。慶喜は血統的には智子よりも上でありながら、虐げられている母彬子の姿を幼少の頃から見て育ち、反抗的に育った。そのため表面的には父道長に従いながら、常に頼道則道兄弟にはライバル心を燃やしていた。一条天皇が逝去すると、三条天皇が即位して厚明親王が東宮となった。すると道長は東宮となった厚明親王のもとに彬子の娘弘子を入内させようとする。厚明親王の后にはすでに藤原明光の娘信子がおり、2人の親王と1人の内親王を産んでいた。しかし彬子や慶喜らはやっと我が家から中宮が誕生するかもと喜んだ。ところが厚明親王は三条天皇と藤原成時の娘助子の第一王子である。
もしも厚明親王が即位することになれば、道長は外祖父とはなれず、藤原九条流の摂関政治は終わってしまう。そのため道長や頼道たちは厚明親王に東宮を辞退するように圧力をかけていく。結局厚明親王は道長らの圧力に屈して東宮を道長の孫厚長親王後の後朱雀天皇に譲るのである。すると自ら皇太子を退いた厚明親王への返礼の意味も兼ねて、道長はなんと広子の婿に親王を迎えるのである。親王との間にすでに王子と王女を設けていた后の信子とその父藤原の明光は激しい嘆きのうちに相次いで死去する。そして厚明親王との赤子を2度にわたって亡くし、病に倒れた広子は藤原の明光と信子の怨霊に苦しめられながら死んでいく。ここに至って明子や慶喜たちは道長や智子たちの仕打ちに愕然とするばかりであった。それでも明子と頼宗たちは嫡男である藤原の頼道と何とか協調しようとしたが、慶喜のみはそれを拒絶した。慶喜は公然と頼道と口論して父道長の怒りを買うことすらあったという。母親思いの慶喜は明子をおもんぱかってあえて過激な行動に出たのである。しかし病に倒れた道長は最後まで慶喜の能力を惜しんで彼をかばって権大納言まで昇進させている。道長の死後、慶喜は関白となった頼道に表面上は従いながら反抗心をより燃やすのである。頼道は養女まで入内させたが王子を産まなかった。すると慶喜は頼道に対抗して頼道と敵対していた東宮高仁親王後の御三条天皇とその母陽明門院を強く庇護した。この慶喜の行動が院政による摂関政治の凋落につながっていく。藤原慶喜は1065年弘平8年71歳で没している。明子と智子の子供たちが睨み合い対立したことで摂関政治はその終焉を早めた。さらに言えば明子と智子の2人が道長を最高権力者に押し上げたが、また2人が摂関政治を終焉に向かわせたとも言えるのである。後朱雀天皇が崩御して即位した御三条天皇は後朱雀天皇の第二王子で、母は三条天皇の第三皇女で後朱雀皇后の貞子内親王である。御三条天皇は御霊勢天皇の異母弟で、宇田天皇以来170年ぶりの藤原氏を外戚としない天皇である。御三条天皇の後を受けた白河天皇は摂関政治を廃して院政を確立する。源明子と源智子は共に長命で、二人は藤原九条流の凋落を眺めながら、明子は86歳、智子は90歳で逝去している。